エンター。こんにちは、入り口です。今日は N4 の文法ながらについて解説します。でもこの文法 N1 ぐらい難しいです。はい、今日の文法ながら、これは同時進行を表す表現です。何々しながら何々する、何々と何々を同時にやっているという同時進行の表現です。音楽を聴きながら勉強する。音楽を聴くと勉強するを同時進行しているという表現。これが教科書の解説です。ただ、日本人の自然な言い方として、俺勉強するとき音楽聴いてるんだよね。俺勉強するとき音楽聴く派なんだよね。作業用 BGM かけて勉強してる。音楽かけて勉強してる。こんな感じで実はいろんな言い方があります。わざわざながらを使う必要はありません。実はこのながらっていう表現は同時進行をしているというのを強調するためにある表現です。私はこれをしながらこれをしてるんですよって二つのこと同時にしてますよって強調するためにある表現なんです。だから別に自然にこう言うとき、強調する必要がないときは、勉強するとき音楽かけてるよとか、音楽かけながら勉強してんだよねぐらいで十分です。教科書で勉強すると最初に同時進行2つのことを一緒にしてるのを言うときはながらを使うんだで覚えちゃいますけど、ながらを使う必要はありません。強調したいときにだけ使えばいいです。あと、ながらを使うと2つが同時進行してるんですけど、ながらの後の方がメイン、主題で、ながらの前がサブ、副題のイメージになります。音楽聴きながら勉強だと、勉強することがメインで、音楽が勉強してる最中にかかってるようなイメージです。ということで、まとめると、ながらをわざわざ使うということは、同時進行を強調したいとき、特に主題ながらの後に来ることをするときに、こんなことしてますよっていうのを強調するときに使うということです。それでは、ながらを使わない同時進行の表現の例文を挙げていくので、一緒に練習しましょう。シャドーイングしてみてください。それでは例文スタート。散歩するときは音楽聴いてるよ。温泉の中でお酒飲める場所あるの知ってる？仕事するときは作業用 BGM かけてる。筋トレつらい？俺は音楽聴いて筋トレしてるよ。はい、ということで今日のまとめです。同時進行の時、ながらを使えばいいと教科書で勉強するんですけど、ながらは使わなくてもいいです。強調の時に使う表現です。なので日本人はあまりながらを使いません。だから結構難しいんです。いろんな表現の仕方があるので。何々するときは何々してるよみたいな言い方の方が日本人らしいということを覚えてください。実は私もメモを見て授業をしてます。メモを見ながら授業をしてます。授業をするときはメモを見てます。ということで、ながらを使わない同時進行の表現も使ってみてください。今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は何々たことがある。過去の経験を表す表現です。まずこれから勉強してください。今日の文法、何々たことがある、ことがあります。ことがない、ことがありません。この表現めっちゃシンプルで、今回の授業も短いんですけど、めっちゃ使えます。最初に必ずこれを覚えてほしいです。日本人と初めて会話した時に、必ずこの文法出てきます。なんか日本人ってその人の好きなこととか、その人を知りたいっていうよりも、会話のきっかけを作って、会話を続かせようとか、なんかそういうちょっと、相手のことを気遣ってなんですけど、ちょっとすごい頭で考えながら、この質問してなんか会話を広がったらいいなとか、なんかきっかけになればいいなみたいな、そういう考え方をしがちです。日本人は必ず
日本に来たことありますかって聞きますね。あと、私は北海道出身です。北海道に来たことありますか？何々好きですかよりも、何々したことありますかっていう質問を本当によくします。あと、一緒に遊ぼうみたいな時も、スシロー行ったことないです。行ってみたいんで、一緒に行きませんかみたいな感じで、一緒に遊ぶ時のきっかけとかにもよく使われます。僕は浅草で人力車の車夫をやったことがあります。こんな感じで、これですね。人力車の車夫をやってたんですけど、人力車の車夫は浅草を案内する職業なので、本当に浅草のことはいっぱい勉強したし、詳しいです。だから、よく、浅草行ったことありますかって聞いて、行ったことないですって言われると、じゃあ浅草案内できるんで、一緒に行きましょうって誘ったりします。しかも、したことある？したことありますか？したことあります。したことないです。このまま使えます。いつも教科書と日本人の表現が違うので、日本人の表現の方の説明をしてたんですけど、この経験に関してはこのまま使っても全然問題ないし、日本人もよくこのまま使います。ということで、これめっちゃ使いやすいんです。日本人と話した時に最初に必ず出てくるような表現だし、教科書のまま使えるし、それで会話が盛り上がるきっかけになったり、遊びに行こうってなるきっかけになったりするめっちゃ大事で、最初に覚えるとめっちゃ便利な表現です。ということで説明はもう終わりです。最後に例文をあげるので、シャドーイングして練習してください。それでは例文スタート。くら寿司行ったことある？台湾のくら寿司なら行ったよ。じゃあ、ビッくらポンってやったことある？ビッくらポンって何？なんか食べ終わった皿を横に入れる場所があって、そこに5皿入れると1回抽選ができて、それで当たるとグッズがもらえるやつ。やったことある。富士山に登ったことはありますか？富士山見たことはあるんですけど、登ったことはないです。金沢行ったことある？聞いたことあるけど、まだ行ったことない。スキーやったことある？スキーはやったことないけど、去年スノボやったよ。入り口日本語を他の人に勧めたことある？それでは今日の授業はここまでです。短かったけど、とっても重要な内容なので覚えてくださいね。入り口でした。エンター。こんにちは。入り口です。今日の授業は N4 の文法、何々たり、何々たりするです。これは例示。いくつかの行動を例として挙げる表現です。実は2回繰り返す必要はありません。1回だけでいいんです。はい、ということで今日の文法、何々たり、何々たりする。週末は映画を見たりゲームをしたりします。この2つの例を並べてあげる表現です。タメ口だと、週末は映画を見たりゲームしたりするかなっていう感じで語尾を変えれば大丈夫です。このたりたりなんですけど、他の表現もあります。京都行った時は、お寺見たり、ラーメン食べたりしました。京都行った時は、お寺見て、あとラーメン食べました。この、お寺見たり、ラーメン食べたりと、お寺見て、ラーメン食べたの違いは、たりたりだと、もっと他のこともあったのかなっていう、いろんな例の中で2つ例としてお寺とラーメンをあげたっていう感じ。お寺見てラーメン食べましただと、お寺とラーメンの2つの出来事が京都であったのかなっていう感じです。でも別に旅行の話をしてるときに旅行であったことすべてを友達には話さないので、別に京都行ったときはお寺見てラーメン食べました。でも別に他のこともあったんだろうなって思うし、別にたりたりを使う必要はなくて、だから日本人は会話でこのたりたりはそんなには使わないかなと思います。あと、実はこのたりたりなんですけど、1回だけで十分です。日本人は1回だけ使うことの方が多いです。京都行ってお寺見たりしました。週末は映画見たりしてます。みたいな感じで、
たりは1回で十分なんです。要するに、いろんなことがある中で、例を挙げる表現なので、例として、一つ挙げれば、それで十分。その方が短いですし、日本人はあんまりプライベートなことを話さないので、プライベートなことを話すのがあんまり好きじゃないので、二つ挙げないで、もうめんどくさいから一個だけ、週末は映画見たりするかな、ゲームしたりするかなっていう、結構家の中で週末過ごしてますよとか、外に遊びに行くよりも一人で家で過ごしてますよっていうことが、それだけで別に一個で伝えられるので、そう言ったり、京都行った時は、ちゃんとお寺を見てましたっていうね、京都観光しましたっていうので、お寺見たりしました。だけで済ませる人が結構多くて、たりたりって2回言う必要は全くありません。1回で大丈夫です。ちなみに、このたりを1回しか使わない表現は若者言葉なのかなと思って私も調べたんですけど、これは若者言葉ではなくて、もう日本人なら普通に使う表現なので、年配の方も大丈夫です。ということで、そんな例文を挙げましたので、一緒に練習しましょう。シャドーイングに挑戦してみてください。例文、スタート。昨日は友達とカフェ行ったりしてきた。休みの時は山登り行ったりしてます。空いてる時間は結構散歩したりしてます。寝る前は音楽聴いたりするかな。休憩時間は水飲んだり自由にしてください。年末は実家帰ったりしてたから忙しかった。夕方はいつも買い物行ったりするかな。はい、ということで、どんどん教科書日本語から日本人の日本語にも慣れてきたんじゃないかと思います。それでは次回の授業で会いましょう。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日は N4 の文法ので、理由や原因を表す表現です。皆さんはのでとからちゃんと使い分けてますか？のでは理由や原因を表す接続助詞です。これはからとすごくよく似てます。でも結構ニュアンスが違うんです。実はのでは客観的な理由、からは主観的な理由という違いがあります。この客観的と主観的の違いは難しいんですけど、簡単に言うと、のでの方がニュアンスが柔らかくて仕事で使えます。で、からの方がニュアンスが強くて友達に使う。こう覚えてください。イメージとしては、今日ちょっと頭痛いので早退します。今日ちょっと頭痛いから帰るね。みたいな感じで、のでの方が会社で使う敬語と相性が良くて、からは友達に使うようなカジュアルな表現と相性がいいです。例えばホテルとかでも、お部屋の準備が整いましたのでご案内いたします。みたいな感じで、のではすごく丁寧な言い方です。結構日本語を勉強している人で、敬語にからをつける人がいます。例えば、お部屋の準備ができましたからご案内いたします。これはとっても不自然な言い方です。日本人でできましたからっていう人はいないです。からはできたからみたいな感じでカジュアルな時に使います。できましたのではちょっと回りくどくて、これもちょっと不自然なんですけど、意味的には丁寧でいいかなと思います。でもできましたのでじゃなくて、できたのでで十分丁寧な言い方で仕事でも使えます。電車が遅れたので遅刻しましたは丁寧な謝り方なんですけど、電車が遅れたから遅刻しましただと、強気というか意味が強すぎるんですよ。電車遅れたんだからしょうがないじゃんみたいな。しょうがなくね？俺のせいじゃないよね。だって電車遅れたんだからみたいな。これがちょっと強くて仕事では使えない理由なんですよね。面白いですよね。のでとからでこんなにニュアンスが違うっていう。意味は一緒なんですよ。同じ理由とか原因を表す表現なんですけど、ニュアンスがこんなにも違います。本当に気をつけましょう。逆に友達と話すときに、明日バイトなので遊べないは、すごい違和感があるんですよ。本当に。意味はわかるんですけど、日本人からしたら超不自然です。明日バイトだから遊べないだと、
遊びたいのに、バイトがあるから仕方なく遊べないんだよ、みたいな。明日バイトなんだよ。遊べないんだよ。ごめんな、みたいな。からがカジュアルな時にはぴったりです。それでは、のでとからの違いがわかるように、同じ意味の例文なんですけど、敬語の表現と友達に使うカジュアルな表現、2つの例文を挙げるので、皆さんも一緒に練習してください。それでは例文スタート。すいません。明日朝早いのでもう寝ますね。ごめん、明日朝早いからもう寝るね。今日はもうちょっと疲れちゃったので帰りますね。ごめん、もうちょっと疲れたから帰るね。準備はしてきたので大丈夫だと思います。もうめっちゃ準備してきたから絶対大丈夫。明日はすいません。妻の誕生日なので。明日は無理だわ。彼女の誕生日だから。はい、ということで今日は N4 の文法のでを解説しました。のでとから同じ意味です。理由や原因を表す同じ表現なのに使い方はこんなにも違います。でも、のでは会社とか敬語の場面で使います。で、からは友達とかカジュアルな場面で使うタメ口の言葉です。この使い分けは結構わかりやすくて、しかも文法的にも同じように使えるので、この動画でマスターできたんじゃないかなと思います。それでは次回の授業でお会いしましょう。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は N4 の文法、た方がいい、アドバイスや提案をする表現です。今回の授業、見た方がいい？見といた方がいい？今回の文法、た方がいいは、アドバイスや提案の意味もあります。提案といえば、第3課でやったしませんかとか、第4課でやったしましょうとかがありますけど、第3課、第4課の提案は一緒にやりませんかっていうイメージだったんですけど、このた方がいいっていうのは、バスで行った方がいいよみたいな感じで、相手に対して言う。私と一緒にじゃなくて、相手に対して、アドバイスをするタイプの提案です。なので、より客観的で、そんなに直接的な言い方じゃないので、どんな場面でも使いやすいです。しなよっていう指摘、早く寝なよとかは直接的で強いですけど、早く寝た方がいいよは直接的すぎないので、ちょっとニュアンスも柔らかくてすごい使いやすい表現です。いつも言うように日本人は直接的すぎる言葉をあまり使いません。ニュアンスの柔らかい婉曲表現をよく使うので、このた方がいいも日本人はよく使います。ちなみにこのた方がいいは早く寝た方がいいよのように肯定文でもよく使うんですけど、夜更かししない方がいいよのように否定文でもめっちゃ使います。病気にならないようにワクチン打った方がいいよっていう人もいれば、いや、あのワクチンまだ全然研究できてないから打たない方がいいよみたいな感じで肯定文でも否定文でももうどっちもよく使われていました。こうやって日本人はした方がいいよ、しない方がいいよって意見を言い合ってるイメージです。ニュアンスについてもっと深掘りします。した方がいいは直接的すぎないので使いやすいんですけど、それでもやっぱりアドバイスなので、会社で部下が上司に対してアドバイスっていうのは、ちょっと日本だとあんまり、良くない。立場が違うだろうっていう、上司が部下にアドバイスするもので、部下は上司にアドバイスするっていうのは、ちょっと変なんですね、日本だと。なので、部下が上司に何かアドバイス、提案したいときは、した方がいいんじゃないですかねとか、した方がいいですかねみたいな感じで語尾を調整してニュアンスを変えてます。そして今日のポイントが、しといた方がいいという表現です。皆さんはした方がいいとしといた方がいい使い分けられますか？しといた方がいいはしておいた方がいいの省略形です。しておくっていうのは、準備しておくっていう意味です。ニュアンスの違いなんですけど、しといた方がいいの方がした方がいいより若干強いです。しといた方がいいには忠告のニュアンスがちょっと入るので強い感じがします。日本語勉強するなら日本へ留学した方がいいんじゃない？日本語勉強するなら日本へ留学しといた方がいいよ。
この2つの違いは、やっぱりしといた方がいいよの方が、忠告、後で後悔するかもよっていうニュアンスが入るので、ちょっと強いアドバイスになります。このしといた方がいいは、さらに強いニュアンスで友達同士に使うんですけど、しときなとかしとけっていう言い方もあります。明日早いんだから早く寝とけって、みたいな感じで、これはもうほんと友達にしか使えない、忠告の最上級ですね。した方がいいのニュアンスを強めるなら、本気でやった方がいいよとか、絶対やった方がいいよとか、他の言葉をつけて、意味を強めることもできます。若者言葉ならガチでやった方がいいよ。今回の試験本当に大事だからガチで勉強した方がいいよ。みたいな言い方もできます。それでは例文をあげるので、一緒にシャドーイングして練習してみてください。例文スタート。入り口日語っていう YouTube 面白いから見た方がいいよ。日本留学するなら入り口日語で勉強しといた方がいいよ。薬飲んだ方がいいよ。いや、体調悪いのに仕事すんなよ。薬飲んで寝とけって。春に日本行くなら花粉症対策しといた方がいいよ。寝る前にスマホ見ない方がいいよ。無理しない方がいいよ。いや、あの映画は絶対見た方がいい。お客様に事情を説明した方がいいと思います。あんまり信用しない方がいいと思います。それは直接言わない方がいいと思います。はい、ということで今日は N4 の文法た方がいいを解説しました。直接的すぎないし、肯定文でも否定文のしない方がいいも使いやすいので日本人もよく使う表現です。ただ、会社で使うときは、た方がいいと思いますのように、語尾を工夫してニュアンスをさらに柔らかくするといいと思います。絶対見た方がいい、本気でやった方がいいみたいに、ニュアンスの調整もしやすいです。あと、しといた方がいいっていう、同じアドバイスの表現なんですけど、若干強い表現の言葉があります。これは、後で後悔するよっていう忠告のニュアンスが入っているので、ちょっと意味が強いです。日本語会話を勉強したいなら、入り口日語を見た方がいいよ。将来、日本で働きたいなら、入り口日語で勉強しといた方がいいよ。みたいな感じで使い分けてみてください。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は N4 の文法かもしれない、可能性や推測を表す表現です。皆さん、ワンチャンって日本語を使ってますか？かもしれないは可能性を表します。確実ではないけど可能性がある。なので、確実だと 80% 以上。可能性だと50% 前後っていう感じです。日本の車の教習所では、かもしれない運転をしなさいと言われます。かもしれない運転とは、運転している時に子供が飛び出してくるかもしれない。前のトラックの後ろからバイクが出てくるかもしれないのように、常に可能性を考えながら運転しなさいという意味です。このように日本人もよく使うんですけど、客観的なこと、明日雨かもしれない、車を運転してたら子供が飛び出してくるかもしれないという時は、かもしれないという表現を使うんですけど、主観的な自分の気持ちを表すときにかもしれないはあまり使いません。私は明日パーティーへ行くかもしれないっていうと、ちょっと客観的すぎて不自然です。自分を客観的に見てるというか、あなたの気持ち次第でしょみたいな。あなたの気持ちはどうなのって思っちゃいます。50% の可能性で自分が迷っているなら、明日のパーティー行くか迷ってるんだよねってそのまま言ったり、明日のパーティー多分行くと思いますっていう言い方をしたりします。あとはかもしれないを短縮したかも。このかもになると日常会話でよく出てきます。明日のパーティー多分行くかも。これだとすごい日常会話でも自然な言い方になります。ということで、かもしれないはちょっと客観的な言い方なので、自分のことを言うときは気をつけてください。それでは例文を挙げるので、シャドーイングして練習してみてください。例文スタート。ガソリン代、さらに値上がりするかもしれないです。ラーメンの気分かも。ラーメン食べたい気分です。
連絡ないの？まだ寝てるかもね。すいません、まだ連絡なくて、まだ寝てるかもしれないです。ちょっとめっちゃ痛い。やばいかも。ちょっとこれは骨折したかもしれないです。寝不足で全然頭回んないかも。すいません、ちょっと寝不足で全然頭回ってないかもしれないです。はい、ということで、かもしれないは、敬語では使えます。明日パーティーへ行けるかもしれません。今ちょっと熱があるかもしれません。みたいな感じで、敬語では普通に使っていいです。ただ、タメ口やカジュアルな場面では、明日パーティー行くかも、みたいな感じで、かもって省略するとより自然になります。そして皆さん、ワンチャンって言葉使ってますか？ワンチャンとは、ワンチャンスの略で、スポーツやゲームとかで使われる言葉でした。例えば、スポーツですごい差があって、もう勝てないかもっていう時に、いや、でもワンチャンある。ワンチャンスあるよって。まだチャンスはあるよ。特にゲームでも格闘ゲームとかは、いや、まだワンチャンある。みたいな感じで、可能性は低いんだけど、希望は捨てないっていう意味で使われていました。最初はネットスラングとして、15年ぐらい前から流行り始めた言葉なんですけど、実はそのワンチャンがもう最近は普通に日常会話でも使われる言葉になりました。ネットスラングは最初若者言葉として使われます。やっぱりインターネットを見てるのは若者が多いので、その若者がインターネットの言葉をリアルな日常会話でも使うようになります。そしてワンチャンはついにその若者言葉からもう普通に使われる言葉まで、浸透しました。私の父親は64歳なんですけど、普通に私の父親も使っています。別に私が父親に教えたわけじゃなくて、父親が勝手になんかいつからかワンチャンっていう言葉を使うようになりました。で、このワンチャンっていう言葉はすごい便利で、かもしれないっていうような状況の時には絶対使えます。明日のパーティー行けるかもしれないです。をカジュアルに言うなら、明日ワンチャン行けるかもっていう感じで、かもの前にワンチャンを挟むと、もしかしたらっていう意味で、もしかしたらいけるかものもしかしたらの役割をワンチャンが果たします。10年後何してると思う？ワンチャン海外住んでるかも。とか、ワンチャン億万長者になってるかも。みたいな感じで、もしかしたら何々かもしれませんをワンチャン何々かもっていうと、すごい今の日本人らしい自然な言い方になります。ただ、もちろんカジュアルな言葉なので、会社では使わない方がいいと思います。ということで、かもしれないは、客観的な言葉で日常会話で使うとちょっとおかしい場面も多いんですけど、かもっていう同じ意味で同じ文法なのに省略するだけで日常会話になるっていう、これはすごい珍しいことで、面白いですよね。なので、日常会話の時はかも、会社や敬語の場面ではかもしれませんのように使い分けてみてください。ワンチャンもちょっと使ってみてね。日本人も驚くと思います。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは。入り口です。今日の授業は N4 の文法、ようになる。最近中国語がなんとなく聞き取れるようになってきたかも。皆さん、今の聞き取れましたか？実はこの表現、日本人が使うと難しいんです。今日は N4 の文法、ようになる。変化を表す表現です。2つの変化があります。1つは習慣の変化。やってなかったことをやるようになった。最近、ジムに行って運動するようになった。2つ目は能力の変化。できなかったことができるようになった。1年間日本語を勉強して話せるようになった。習慣の時、毎日納豆を食べるようになった。能力の時、納豆を食べられるようになった。毎日3キロ走るようになった。3キロ走れるようになった。能力の時はられるようになった。食べられるようになったを使うんですけど、この時日本人はれるようになったって使います。納豆食べれるようになった。このらを抜いた言い方、ら抜き言葉と言います。20年ぐらい前までは、ら抜き言葉というのは、間違った日本語が浸透しているということで、
間違ってるよってよく言われていましたし、会社では使えない言い方は、ちょっとカジュアルな言い方だったんですけど、今はもうほとんどの日本人がラ抜き言葉を使ってます。なので、会社で私納豆食べれるようになったんですよ。で、敬語でラ抜き言葉で話しても全然今は大丈夫です。いちいち、それラ抜き言葉じゃんみたいな指摘してくる人はもういません。なので日本人は今はもう本当に普通にラ抜き言葉を使っています。こうやって日本語はどんどん省略されていくことが多くてスピードが速くなるし、教科書で勉強してるとどんどん日本人のスピードについていけなくなってしまいます。そして今回の文法でも大事なのが語尾です。中国語聞き取れるようになってきたかも。みたいな感じで、日本人は中国語が聞き取れるようになったと、はっきり言うと、もう完全に中国語が聞き取れるっていう能力がありますっていう言い方になってしまうので、なってきたかもっていうかもをつけることによって、中国語の能力が上がってきたけど、でもまだ完全に聞き取れないよっていうこの自信のなさを表しています。だから日本人は語尾でやっぱりニュアンスを調整します。ということで早速例文を挙げるので一緒にシャドーイングして練習してみてください。それでは例文スタート。3キロぐらいなら走れるようになってきたかも。枕変えたらめっちゃよく寝れるようになった。練習したからだんだん勝てるようになってきた。だんだん慣れて楽しくなってきた。だんだん楽しめるようになってきた。最近一人でどこでも行けるようになってきた。だんだん早起きできるようになってきたかも。ちなみに、ようになるとようにするは少し違います。ようにするは理由があって意識的にやっているということです。水飲むようになった。これはジュースとか他のものを飲んでた人が水を飲むっていう習慣に変えたっていうイメージ。水飲むようにしてる。これは健康のために水を飲むようにしているっていう健康のための意識を強調してます。日本では水を1日2リットル飲むと肌にいいという健康法が女性の間で、一時期流行ってました。そんな時、水飲むようにしてるっていうその意図してることを強調する言い方が使えます。早く寝るようになったと早く寝るようにしてるだと、早く寝るようにしてるは健康のために早寝してるんだろうなっていう意識が強調されてます。最近、習慣を表すルーティーンっていう英語が日本語化しました。これはだいたい10年ぐらい前から使われるようになりました。例えば、毎朝必ず野菜ジュースを飲むようになったという習慣を言うときに、朝のルーティーンで野菜ジュース飲んでるんだ。毎朝ルーティーンで野菜ジュース飲んでるんだ。みたいな感じで習慣の代わりに朝のルーティーンとかそういう言い方をします。これも若者言葉ではなく日本人なら普通に年配の方にも通じる言葉になっています。寝る前に日本語を勉強するようになった。寝る前に日本語を勉強するのがルーティーンなんだ。寝る前のルーティーンで日本語勉強してる。みたいな感じで日本語はどんどん進化しています。皆さんも日本語を聞き取れるようになってきた？それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日の文法は N4 の文法、つもり、予定や意思を表す文法です。明日からダイエットするつもり。この人、明日からダイエットしません。はい。N4 の文法、つもり、予定、意思を表すんですけど、例えば、ご飯をいっぱい食べてお腹いっぱいになった人が、明日からダイエットするつもりって言ったら、皆さんはどう思いますか？日本人はこう思います。絶対しないだろ。ダイエットしなさそうって思います。はい。その理由は、これは本人もちょっと冗談で言ってます。本当に緊急だったら、明日から絶対やらないとか、明日からやらないと本当にやばいんだよね、みたいな強調した言い方があるので、何々するつもりは
もっと軽い感じがします。なので、明日から何々するつもりって言ってる人に対しては、こちらも、この人は本当に強い意志じゃなくて、軽く冗談のように言ってるんだなって思えばいいです。例えば、行くつもりですは、行きます。絶対行きますっていう強い意志や確定した予定ではなくて、行こうと思ってます。行こうと思っているというニュアンスです。これは第10課の何々と思いますの授業でも解説したんですけど、ニュアンスとしてはあまり強くないです。だから、行くつもりですと言った人に対しては、確定した予定や強い意志ではなくて、70%ぐらい。行くかもしれないよりはちょっと上。行くかもしれないが 50% なら、行くつもりは 70% ぐらいで考えればいいと思います。予定とつもりの違いなんですけど、予定は決まったスケジュールという感じで、つもりは自分の心の中で思っているだけという感じです。だから約束の力が予定の方が強くて、つもりの方が、自分の意思ですぐ変えられるので、緩い表現となっています。例えば、来年の4月から日本語学校に通うことが決まっている人は、来年の4月から日本語学校に通う予定ですって言います。それに対して、来年から日本語勉強するつもりなんだって言ってる人は、その人の心の中でそう思ってるだけで、本当に日本語学校を予約したりとか、具体的な予定が決まってないというイメージです。だから、明日からダイエットするつもりは、具体的な、1日何カロリー以内に抑えるとか、毎日どれくらい運動するとか、そういう予定が決まっていないので、つもりって言ってる人は、ちょっと冗談で言ってる感じがします。なので、聞いてる方も信じません。本当に予定があるときは、行く予定ですのように予定と言ってください。相手に信じてもらえません。日常会話だと、本当に行くときは行く予定だよって言うし、行くか迷ってるときは、行こうか迷ってるんだよね、とか、行けるか微妙なんだよね、みたいな他の言い方があります。だから、このつもりもそんなに日常会話では使いません。ただ、よく使うのは過去の話をするときです。ちゃんと謝ったつもりだったけど、まだ怒ってた。みたいに、過去の時にはよく出てきます。これはつもりが自分がそう思っているという主観的な表現だからです。客観的な事実、相手に謝った気持ちが伝わっていないというのと自分の主観的なちゃんと謝ったっていう気持ちのズレを表すのにつもりがぴったりなんです。だからつもりはよく過去のこと、しかも後悔したりとか、相手とのズレを表すときによく使います。ちゃんと勉強したつもりだったんだけど、って言ったら、自分の中ではちゃんと予定を立てて勉強した。だけど、実際のテストは難しくて全然テストができなかったっていう、後悔のようなズレを表しています。日本人が怒るときによく使うフレーズがあります。それは、どういうつもりです。これは、相手の気持ち、相手の予定とか、相手の意思がわからない。相手が優柔不断、中途半端ではっきりしない時とかに、どういうつもり？本当にその予定で大丈夫なの？本当にそれをやる意思があるの？って聞きたい時に、怒って怒りながら聞きたい時に、どういうつもりっていうと、ぴったりな表現です。ただ、やっぱり怒ってる時の強い言葉なので、使う時は注意してください。それでは、例文をあげます。シャドーイングしてみてください。例文スタート。結構準備したつもりだったんだけど、全然ダメだった。今年こそ筋トレするつもりだったんだけど、全然やってない。ちゃんと練習するつもりだよ。日本行ったらバイトするつもり。はい、ということで、つもりは主観的で、なんとなくこうしようっていう予定とか、軽い意志を表す表現なので、決まった予定や強い意志には使えません。だから本当に決まってたこと、今日友達と遊ぶ予定だったんだけど、熱が出て行けなかったっていう時にはつもりは使えません。
なので、日常会話でつもりを使う機会はそんなに多くはないです。ちょっと使うときは難しいかもしれないですけど、このズレを表す後悔とかはすごい面白いし、冗談のように明日から勉強するつもりだからとか、来年には日本語ペラペラになってるつもりみたいに、ちょっと冗談のように言うと面白いので、ぜひ使ってみてください。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は N4 の文法、手置く。将来のために準備しておくという表現です。日本人が会社で断るときに一番使う言葉、やめときます。デートの定番フレーズ、席取っといて。席取っとくね。はい、N4 の文法、手置く。将来のために今準備する、対策する。保持する、キープするという意味でも使います。後で困らないように今準備をする。この状態をキープするという時に使います。明日の会議の資料準備しておきます。このまま置いておいてください。日常会話で使うときは、手置くではなくて、解く。この手置く、手置く、手置く、解く、解くっていうことで、省略されて解く、しとくになります。ドアを閉めておきますは、口語、タメ口だと、ドア閉めとくね。です。そのままにしておいてくださいは、そのままにしといてになります。ただ、注意点は、これからやることです。明日の会議の準備しておきますは、これから準備に入るということで、もし今すでに仕事中なら、今明日の会議の準備してます。で、そのまま現在形で大丈夫です。例えば、これから5時間ぐらい仕事がある人に対して、なんか食べればじゃなくて、なんか食べとけばっていうと、これからの仕事に備えてっていう意味を含めることができます。デートでよく使う表現。日本人がデートで使う定番フレーズがあります。それが、席取っといてと、席取っとくねです。日本にはフードコートといって、席がたくさん用意されてて、周りにいろんなお店が出店されているという形式の場所が多いです。そんな時に、席取っとくねって言うと、先にご飯買ってきなよ。場所を見てあげるから、場所は確保してあげるから、よく使うシチュエーションですね。あとは、ファーストフード店とかで、例えば1階にレジがあって2階に席がある場合に、1階で私が注文してるから2階で席を取っておいてって相手に指示するときに、席取っといてって、私が注文しておくからみたいなシチュエーションもよくあります。デートって言ったんですけど、友達に対してもよく使いますね。そして日本人が断る時の定番フレーズ、やめときます。その後の将来のこととか、いろんな状況を考えてやめるという選択を選びます。っていうことなんですけど、要するに婉曲表現です。この授業では何度も登場している婉曲表現。遠回しに拒否できるので、丁寧な断り方になります。お酒飲みに行かないって上司に誘われた時に、すいません、今日はやめておきます。って言うと、明日予定があるから今日はお酒飲んじゃいけないのかなとか、そういう将来のためのニュアンスを含めることができるので、今日はいけないですって直接言うよりも、今日はやめておきますって言うと、婉曲表現になって丁寧になります。なので、このやめときますっていうフレーズは会社ではめちゃくちゃよく使います。それでは例文を挙げるので、シャドーイングに挑戦してみてください。例文スタート。ホテル予約しとくね。ちゃんと勉強しといた方がいいよ。英語やっとかないと。いや、今はお金貯めといた方がいいんじゃない？明日朝早いんでやめときます。はい、ということで今日はしておく、しとくでした。将来のために今何か準備しようという意味なので、逆に将来日本に住みたいので今日本語勉強してますみたいに、はっきり将来の予定を言うときは日本語勉強してますで大丈夫です。将来のために今何かを準備するという表現なので、すでに将来に向けて準備していることには使えません。なので、日常会話でしとくっていう表現はそこまでよく使う表現ではないんですけど、
特にやめときますっていう表現だけでも覚えていてほしいです。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日は N4 の文法をようにする。これがマイルール。はい、今日の文法をようにするは、意識して行動するという表現です。意識していることを強調します。毎日日本語勉強してる。これは習慣、毎日やっている行動を紹介しているだけという感じです。それに対して、毎日日本語勉強するようにしてる。これは何か自分に目的とかがあって、意識的に努力してますっていうのを強調しています。寝る前は携帯見ないようにしてる。これも寝る前に携帯を見ると眠れなくなっちゃうので、意識して本当は携帯見たいけど我慢してますっていうのを強調してます。このようにするもあまり使われません。使われない理由1、意識して継続してることにしか使えない。意識してるのを強調することなので、例えば仕事を帰ってくるのが遅くて毎日1時ぐらいに寝てますっていう人は、1時に寝るようにしてるんじゃなくて、仕事が遅くてその後ご飯食べたり、シャワー浴びたりしたら1時になっちゃうっていうことなので、自分で意識して1時に寝てるわけじゃないので、1時に寝るようにしてるとは言えないです。こうやって周りの影響を受けることには使えません。実は私、小麦粉がアレルギーで食べられません。なので、ラーメンとかパンとか食べられないんですけど、昔は小麦粉を食べないようにしていました。自分で意識して我慢して、本当はラーメンとかパンとか食べたいけど、食べないようにしてました。ただもうそれがずっと続いているので、今はもう食べないようにしてるっていう意識もなくて、もうただ本当に食べない。ただ食べないだけっていう感じで、自分の意識がもう変わっていて、当たり前の習慣になっているので、それをわざわざ小麦粉食べないようにしてるんだって言いません。もちろん、これは言っても間違いではないんですけど、あくまで自分の意識の問題でしかないので、私が小麦粉食べないようにしてるんだって言っても、もちろん間違いって他の人は言えないんですけど、ただ自分の気持ち的にもう小麦粉を食べないことを意識してないので、食べないようにしてるではなくて、今は小麦粉を食べないっていうただ習慣があるっていうだけです。こういう時に食べないようにしてるは言いません。そしてもう一つ、自己紹介でも使いません。私の趣味はテニスです。毎週テニスをしています。のように自己紹介の時は習慣をちょっと客観的に自分を説明することなので客観的に言います。自分の意識とか強調っていうのは自己紹介の時にはちょっと合いません。だから自己紹介ってどうしてもその人の経歴とか職業とか趣味とかちょっと大雑把なちょっと履歴書みたいなことしかわからないですけど、だんだん日常会話で話していくうちに、なんかこの人面白い人だなとか思うのは、やっぱりようにするとか継続してることとかをだんだんその人が人生においてどういうルールで生きているかとかが分かってくると、この人面白い人なんだなとか、だんだん分かってくるってことありますよね。要するに、ようにするは自分のルールを言うときに使います。甘いもの食べ過ぎないようにしてるとか、皆さんも自分の中にだけあるルールってあると思うので、そういう時にこのようにするで説明するのがぴったりです。例文を挙げていくので、ぜひシャドーイングに挑戦してみてください。それでは例文スタート。必ず挨拶するようにしてる。なるべく大きい声で話すようにしてる。なるべくタンパク質を多く摂るようにしてる。なるべく日本語使うようにしてる。なるべく散らかさないようにしよう。危ないから夜は出歩かないようにしよう。はい、ということで、ルールは他人に対しても使えます。ルームメイトに毎日掃除するようにしようとか、意識して習慣にしようっていうことは相手に対しても使えます。個人的にこのようにするっていう言い方すごい好きで、なんかその人の人生が見えるというか、その人だけの意識して頑張ってること、ルールがわかるので、なんかその人の人生観、その人の生き方がわかるいい表現だなと思います。
私が意識してるのは、常識にとらわれないようにする。なので、ちょっとこの教科書とは違うことを教えるとか、普通の会話教材とは違って教科書みたいに N5 から全部解説しますとか、ちょっと他の一般的な教材と違うアプローチをしてるのも、なんか自分のそういう部分があるのかなと思ってます。最近はちょっと控えめな表現で、何々するように心がけてるっていう表現を使う人も多いです。健康のために毎日野菜食べるように心がけてるみたいな使い方。心がけっていうとちょっと控えめで、丁寧な印象になるので、敬語とも相性がいいし、なんか控えめな表現なので、すごい頑張ってることを強調しない、なんか控えめな表現がちょっと日本人っぽいなって思います。なるべくエレベーターを使わないで階段を歩くように心がけてる。絶対階段を使うんだじゃなくて、例えば2階とか3階とか、低い位置だったらエレベーターじゃなくて階段にしようとか、ちょっと緩い目標を言うときに心がけてるがぴったりです。あとは逆にさらに強調したいときは、するように頑張ってるって言います。無駄遣いしないように頑張ってるって言うと、本当にお金を使いたいというか欲しいものとか、いっぱいあるんだけど、お金を使わないように頑張ってるんだっていう、さらに強調という、本当に自分の中で葛藤があるけど、なんとか抑えて無駄遣いしないんだっていう気持ちを表せます。ということで、ぜひ皆さん、ようにするを使って自分のルールを話すようにしてみてください。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日は N4 の文法過ぎる、過剰であることを表します。皆さん、この表現どう思いますか？対行きたすぎる。これ、正しい表現です。教科書の日本語とはちょっと違うかもしれませんが、日本人の特に若い人の中では普通に使われる表現です。日本語の勉強したすぎる。はい、ということで今回は過ぎる、過剰であることを表します。教科書だと寒すぎる、それは多すぎます。みたいに、普通の一定の水準よりも超えている、過剰であることを表すときに言うんですが、今日本人はこれを誇張としてめちゃくちゃ使います。誇張とか感情を表すときに文章だったら最後にびっくりマークをつけます。このマーク、日本語ではびっくりマークと呼んでます。このびっくりマーク、話すとなると、この話し方、タイに行きたいと、タイに行きたい、この話し方の違いでびっくりマーク表せますけど、日本人ならこの過ぎる、過ぎって言葉をびっくりマークのように使います。例えば美味しいものを食べた時に、うますぎる、楽しかったっていう楽しかったことを表す時に、楽しすぎたのように、過ぎるを使うことによって、もうその水準以上の感情を表すことができます。感情を誇張することができます。ただ、ちょっと若者言葉っぽいのと、あとやっぱりカジュアルな表現なので、この感情を誇張したようなびっくりマークのような表現の時は会社では使わない方がいいかと思います。ただもちろん、ちょっとここ寒すぎますのように教科書で習うような一定の水準より超えてしまってますっていう時には敬語や会社の場面でももちろん普通に使えます。では早速この今の日本人がよく使う誇張の過ぎる過ぎを例文上げていくので、ぜひシャドーイングしてみてください。例文スタート。この子可愛すぎ。昨日のライブやばすぎた。もう上司がうざすぎる。昨日寝すぎて逆に眠い。嵐のコンサート当たったの嬉しすぎる。難しすぎて笑ったわ。できなすぎてやばい。はい、ということで、誇張した若者言葉っぽい過ぎ、今の日本人っぽい過ぎ、どうでしたか？文法的には、寒いが寒すぎる、みたいに、行きたい、行きたすぎる、勉強したい、勉強したすぎる、みたいに、いのところを過ぎるに変えれば大丈夫です。日本人のように話したい、
ネイティブのように話したいという人は、ぜひこの自分の感情を誇張した次使ってみてください。リスニングはすぐに慣れると思います。私は韓国に行きたいですっていう教科書から韓国行きたすぎっていう日本人のこのスピードには最初びっくりすると思うんですけど、これは文法的にもそんなに難しくないし、すぐ慣れると思います。ぜひ面白い表現なので、日本人風の杉覚えておいてください。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日は N4 の文法、ようだ。彼女は太陽のようだ。日常会話で使うと、ちょっと変な人になっちゃいます。ようだという言葉は日本人にとってはすごく客観的で対象、見ているものと距離がある感じがします。あの女性はとても明るくて太陽のような人だ。って小説に書いているようなイメージの言葉です。この言葉、完全に書き言葉です。日本人は日常会話で使いません。日本人は日常会話では、そう、みたい、ぽいを使います。外は寒いようだ。ではなく、外寒そう。明日は晴れるようだ。ではなく、明日晴れるみたいだよ。それでは早速例文を挙げるので、日本人の日常会話の練習をしましょう。それでは例文スタート。簡単そうだね。最近忙しそうだね。なんか雨降りそうじゃない？今から行っても間に合わないっぽいよね。あの二人結構いい感じっぽく見えたけど。兄弟っていうか友達みたいな感じ。いやさっきさ、めっちゃでっかいもうカブトムシみたいなゴキブリがいてさ、今円安みたいだよ。なんかその服装日本人っぽいね。はい、ということで、ようだは客観的すぎて書き言葉のようなので日常会話では使えません。そうとかみたいとかぽいを使ってください。日本人はそうしてます。例えば、今日上司の機嫌が悪いようだというと、上司からすごい遠いところでその上司を観察しているようなイメージです。でも、うわ、今日の上司めっちゃ機嫌悪そう。この悪そう、そうにすると自分が嫌な気持ち、うわ、機嫌悪くて最悪だっていう嫌な気持ちが悪そうだとすごいなんか自分の主観も入っている感じがするので、自分に降りかかる、自分が実際に体験する嫌な気持ちっていうのがすごい現れてます。ヨーダを卒業して、そう、ぽい、みたいを使うと、教科書日本語を卒業して日本人みたいな日本語になるので、ぜひ練習してください。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日は N4 文法通りに、指示通りに行うという表現です。あなたが先生じゃないならこの表現使わないでください。はい、N4 文法通りには指示や手順通りに行うという表現です。これは指示したことや手順、順番を必ず 100% 守ってください。再現してくださいという強い言葉で超硬い表現です。日常会話では硬すぎます。先生の言う通りにしなさい。こんな感じで日本人は昔先生に怒られてました。だからすごい日本人の嫌いな言葉です。もちろん学校の先生のように命令形を使わないで説明書の通りに作ってくださいっていう指示書とかはあります。敬語にすれば少し丁寧にはなるんですけど、指示書とかそういうのに使われる書き言葉のイメージです。やっぱり通りにっていう言葉はすごい硬い表現になるので日常会話では使いません。では日常会話でよく使うのは何かというと、そのまんまを省略したまんま。言った通りにしてを言ったまんまやってにするとすごい日常会話っぽいカジュアルな言い方になります。そ
それでは、まんまを使った例文を挙げるので、シャドーイングしてみてください。例文、スタート。まんまやってくれればそれでいいから。まんまパクっていいよ。説明書のまんまやればいいよ。さっきの漢字でやればいいよ。覚えてきたまんまだった。はい、ということで、日本人にいきなりまんまやればいいよって言われたらちょっとびっくりしますよね。耳が慣れていないから。まんまやってくれればいいとか、まんまやればいいっていうのはそのまんまやればいいということなので、説明書にあることとか言ったこととかをそのまま再現すればいいよっていう意味です。まんまパクっていいよ。パクるっていうのは真似するという意味です。パクるも昔は若者言葉だったと思うんですけど、今は普通に60代の人とかも使う一般的な言葉になりました。まんまパクるというのは、その通りに真似するということです。結構会社でも去年の資料のまんまパクればいいよみたいにカジュアルな表現を使う上司の人とか、だんだん日本でも会社内でカジュアルな言葉が使われるようになってきている気がします。あとは前回勉強したヨーダの代わりのみたいとかも使えます。説明書みたいにやればいいんじゃないみたいな感じで、通りには 100% 再現するような感じなんですけど、みたいにっていうと、なんか 100% 真似するんじゃなくて、説明書っぽくやるとか、説明書みたいにっていうと、80% から 100% みたいな、ほとんど同じにすればいいんじゃないみたいな、ちょっと自由な感じがして、すごいカジュアルで柔らかい表現になります。ただ、本当に 100% 真似してほしいなら、まんま、そのまんまやって、そのまま、説明書のまんまを使った方がいいです。みたいだと完璧にやらなくていいっていう余白がある感じです。はい、ということでまとめると、通りにはちょっと硬すぎるので日常会話では使わないでください。その代わりに、そのままを意味するまんまが使えます。あと、もう少しニュアンスを軽くするなら、みたいとかぽいとかを使うと、もっとゆるい 100% 再現しなくていいよっていう、ほとんど同じにすればいいからっていう、もうちょっと軽いニュアンスの言葉になるので、ぜひ使ってみてください。それでは今回の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日は N4 の文法ばかり、限定的な状況を表す表現です。皆さん、これどういう意味だと思いますか？うちの子は勉強ばかりしている。これ、実はちょっと悪い意味なんです。はい、N4 の文法ばかり、限定的な状態などを表します。先に言っておきます。日本人はほとんど使いません。今日は日本人はばかりの代わりにどういった表現を使うのか解説していきます。まず、教科書のばかりの例文でよく出てくるのが、彼はゲームばかりしている。これは限定の意味です。ゲーム以外のことをほとんどしていない、ほとんどゲームだけしているという限定の表現。これ、ただゲームだけしてるっていう表現ではなくて、ネガティブな意味が含まれます。彼は他のこと、勉強とか仕事とか大事なことをしないでゲームばかりしてるんだよねっていうちょっとマイナスな悪い意味が含まれます。正直悪口に近いです。最初に挙げた例文、うちの子は勉強ばかりしている。子供が一生懸命真面目に勉強してるっていういい意味じゃなくて、うちの子は他の子と遊んだりしないで、恋愛とか彼女も作らないで勉強ばかりしているっていうちょっとネガティブな意味なんです。お母さんがママ友、お母さんの友達に対して、うちの子は勉強ばかりだからって、ちょっと愚痴ですよね。呆れている。勉強しかしてない。他の恋愛とか、なんか学生時代に大事なことをしてないんじゃないかみたいな、そういうちょっと愚痴っぽい時に使うフレーズなんです。日本人がばかりを使わない理由は、ばかりはちょっと客観的すぎるからです。うちの子供は勉強ばかりしている。彼はゲームばかりしている。みたいに、第三者に対してはばかりいいんですけど、自分のことに対して、私は週末ゲームばかりしているっていうと、
ちょっと客観的すぎて不自然です。日本人は日常会話ではばかりではなくばっかを使います。このばっかはめちゃくちゃがめっちゃみたいにばかりがばっかになったんですけど、ただ省略したわけではなくて、ばっかっていうと自分のことにも使えます。俺最近ゲームばっかしてるみたいに自分のことを言うときはばっかっていう誇張表現がぴったりです。もちろん第三者に対して彼はゲームばっかしてる、うちの子は勉強ばっかしてるとも言えます。だからばっかは便利です。第三者に対しても使えるし、自分のことに対してもばっかなら使えます。ばっかは限定的な誇張表現、それしかしてないっていうことを強調する表現なので、マイナスな悪い意味はありません。もちろんゲームばっかしてて勉強してないっていうマイナスな文章にも使えるんですけど、最近休みだからゲームばっかしててめっちゃ楽しいみたいな使い方もできます。だから日本人はばっかをめっちゃ使うし、すごい便利な表現です。ばかりにはもう一つ直後の意味もあります。今着いたばかりですというと、今ちょうど着いたところです。この直後のばかりもやっぱり日本人は使いません。日本人はところを使います。着いたばかりですよりも着いたところです。今ちょうど着いたところです。そして日常会話ではばっかを使います。今着いたばっか。ちょうど着いたばっかだよ。ということで、ばかりには限定と直後の意味があるんですけど、どっちにも日本人はばっかを使うし、直後の時はところ、着いたところですをよく使います。では日本人らしいばっかを使った例文を挙げていくので、シャドーイングに挑戦してみてください。例文スタート。最近ジム行くのにハマってて、筋トレの動画ばっか見てる。最近甘いものばっか食べてたらめっちゃ太った。ラーメンにハマって最近ラーメンばっか食べてる。お腹空いてない。さっき食べたばっかだから。全然眠くないよ。コーヒー飲んだばっかだから。高校時代部活ばっかしてて勉強全然しなかった。今起きたばっかだからちょっと待って。はい、こんな感じでばっか使ってみてください。すごい日本人っぽい言い方になると思います。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は N4 文法のガル。他人の感情や欲求を表します。悲しいですが、ガルはすごい使いづらいです。そうを使いましょう。はい、N4 文法のガル。第三者。他人の感情、欲求を表します。自分のことには使えません。寒がるは寒いと感じている様子ですが、私は寒がっているは使えないです。自分のことには使えません。あの人寒がってるのように、寒そうにしてるなとか、寒いと思ってるだろうなっていう他人の感情を予想している。この他人、第三者っていうのは、自分以外ではなくて、話し相手にも使わないです。自分と今話している話し相手に対して今寒がってるねは使いません。寒そうだねとそうを使います。暑そうだね。ジャケット脱げばみたいにそうを使います。しかも第三者、他人が寒がってる時も寒そうが使えるので絶対そうを使った方が便利です。日本人はそうを使います。しかも、そうは自分が予想することにも使えます。このジェットコースター怖そうだね。この映画怖そうだね。今の時期北海道寒そうだね。もちろんその様子を予想していることなので、自分に対して寒そうは使えないんですけど、自分が予想することをほとんどに使えるので、そうはめっちゃ便利です。ということで、N4 文法のガルはほとんど使わないんですけど、熟語として覚えてほしいことがあります。それが、寒がり、暑がり、怖がり、寒がりというのは寒くなりやすいタイプ。私は寒がりです。寒がりという熟語なら自分に対しても使えます。他の人よりすごい暑いって感じやすいなら私は暑がりです。怖いと感じやすい人なら私は怖がりです。あと、本当に限定的な例なんですけど、怖がらないで、恥ずかしがらないで
は相手に対して使えます。大丈夫、怖がらないでとか、恥ずかしがらないで大丈夫、自信持ってみたいに文法というよりも熟語として覚えちゃうのがいいと思います。あと最近の日本人は怖がるをビビると言います。怖がっているはビビってる。怖がりをビビリ。俺ビビリだからホラー映画見れないんだよね。ということでちょっといろんな例があって難しいんですけど、基本的にはそうを使えば大丈夫です。それでは例文を挙げるので、シャドーイングに挑戦してみてください。それでは例文スタート。沖縄めっちゃ暑そうだね。あの子寒そうにしてるから冷房切ってください。めっちゃ怖そうな映画だね。食べたそうだね。一口食べる？あの子すごいギターを欲しそうな目で見てる。留学するって言ったら、親が寂しそうにしてた。はい、ということで、今日は短かったんですけど、簡単にまとめると、ガルはほとんど使いません。そうを使えば大丈夫です。ということで、入り口日本語では、教科書や試験の文法を日本人に変えるという動画をいっぱい出しているので、ぜひ面白そうな動画があったら見てくださいね。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター